はい、おはようございます。3日目最終日になりました。また昨日、一昨日の場所に来ています。そこでね、昨日釣れたんですよ、フライでね。今日は残念ながら予報がまた変わって、南東風ですかね、結構強い風になってしまいました。だからちょっと、浅瀬のサイトは難しそうですね。あそこも相当ガシャガシャしちゃってるんで、こればっかりはしょうがない。で、晴れないしね、雲も分厚いです。多分ね、山の方は雨降ってるみたいで、川も結構増水気味です。昨日 YouTube ライブやって夜楽しく時間を過ごせました。ありがとうございました。まあもうね、これはライフワークの一つなんで、今回ダメでもまた来るつもりだから何も考えず淡々とその日その日の可能性の一番高いとこ頑張るだけですね。それがもう良さそう。変更ぐらいした方が良かったから、もうどうせ濁ってったらいいやと思ったけど、こっち側なんかは濁ってないですね。とりあえず始めます。頑張ります。まずはジグヘッドですね。 2.5g のジグヘッドにホック系でいきたいと思います。進みすみだ。全然状況変わっちゃったな。そういえば帰りの飛行機をさっき確認しようと思って JAL のアプリを開いたら、もうすでに今年の搭乗回数が16回で、今日17、18で3月で18回みたいな感じで驚いて、そんな乗ったかっつって履歴見て、でやってるうちに今日の何時乗るっていうのを見るっていう目的を忘れてしまいました。確か5時発ぐらいだったと思うので、まあ釣りとしては3時とかそんなとこですかね。でもこの春は2月の中旬から花粉退避と称して6回あちこち南の方にね行ったんですね。一人旅は前回の沖縄と徳之島だけだったので、みんなで行く旅もね楽しいんですけど、一人旅のこの楽しさってなんだろうなっていう、さっきまさにこれ一人旅ならではだなと思ったのは、ちょっとここに着くのが20分ぐらい遅れちゃったんですけど、ここに向かって宿から30分ぐらい走ってたら、前にこうサトウキビ運んでるトラックがいて、収穫期なんですかね。もう今回3日間もうサトウキビ満載のトラックいっぱい見るんですけど、あれ多分年1回なのかな、ずっとやってるのかな。すごい量を見てるんですね、この3日間で。その中でボンネット式のトラック、俺が子供の頃よく街走ってた大型のボンネットトラックが黒煙もうもう吐いて走ってて、うわー懐かしいと思って、ちょっと一回追い抜きできるところで追い抜いて振り返ったりして、前からバックミラーでねなんか見てて、でその後ちょっと自動販売機を抜かれた後また後ろついてたんですけど、この徳之島のね街並みとかもなんか昔の感じが残ってるんで、若い時の自分の見てた景色を振り返ってるからね、なんか車ってキーですよね。車1台と街並みだけで自分が本当子供だった頃の景色をなんかいいなーって感じでずっと見てて、でそしたらもう左折してっちゃいそうだったんで、ここで別れかと思ったんですけど、どうせならついてってみようと思って左折してサトウキビトラックの後ろついてたら、今度サトウキビ畑入って、自分の子供の原風景にはないけど、めちゃくちゃなんかこれが徳之島なんだなっていう景色。晴れてたら最高だったけど、曇っててもね、これ徳之島の人がみんなっていう景色なんだろうなっていう一瞬の映像っていうのがね、ちょっと運転してたんで動画撮ってないんですけど見れて、で戻ってきたんですけど、そういうのってね一人旅ならでは、とても楽しい一人旅です。今回一匹も魚釣ってないですね。そこひたすら引くしかやってないんで、しかも浅いとこしかやってないからミーバイも食ってこない。今回一人旅ですごい、いつも思うんですけど、本当にこう考える時間がいっぱいあるっていうのがすごい大事で、特に経営者とかって忙しいと次の一手がね考えられなくなるんで、実は暇しちゃダメだけど考える時間をいっぱい作るっていうのはすごい大事なんですよね。で自分は釣りをしながらいろんなことを考えられる釣りしながら他のこと考えられなかったり喋れない人もいると思うんですけど、死ぬほどやってると自分の意識3割ぐらいで釣れるための釣りの動きをできるので、あと7割ぐらいでずっと考え事をするわけですね。それは人のこと、仕事のこと、事業のこと、一番はブランディングに近いような感じですかね。どうあるべきかとか、
何を伝えるのかとか何を伝えないのかとか、そういったところを考え尽くすようなことじゃないんだけど、考えとかないとやっぱりブレるんですよね。目先のものに人間は弱いので、どっちかといえば何を捨てるかを常に考えなきゃいけなくて、その捨てるには痛みを伴うことが多いんです、経営的には。でもその捨てるために何度どう考えても捨てた方がいいよなってことを確信に持っていくための考える時間っていうのかな、それをすごい思いますし、今回その辺をすごい考えてましたね。昨年の秋からずっと考えてたことで、ブルブルっていう一つのね、今とても愛されてるブランドをどうしようかなって思いがあったんですけど、横浜省でなんか集まってくれた人たちの熱気を見てたら、これはこれでいいかって今じゃなくていいやって思いられました。いつかはなんだけど今じゃなくていいやっていう確信を得たんですね。それは横浜省でそれをどうするかっていうのをね、この 1,2 ヶ月ずっと考えてるんですけど、やっと明確になってきて、その辺が明確になってくるとクリアっていうのかな、憂鬱ではなくなりますよね。やるべきことがはっきり見える。でなんか面白いもんで、そういう感じだと人の出会いとか、人の出会いはね、なんかちょっとこういくつか懸念があって、自分の活動に支障をきたしてるというのがいろいろ質問が生じてるんですけど、その辺が一気に解消するような感じで、立て続けにいい人と、こうなるかっていうご縁が続いて、またすごいパワーアップした感じでね、自分の活動もできそうだし、曲もですね、22年前 Winnie ってファイル共有ソフトあったじゃないですか。あれでいろんなアルバムをダウンロードして、特に自分は音楽関係のアルバムをダウンロードして、女性は好きですけど、そのエロ動画でっていうのは興味がなかったんで、曲はねめちゃくちゃ落としてたんですよ。でその落としたアルバムは01020304ってしかファイル名がないんですけど、その12曲目めちゃくちゃいい曲があって、その曲がなんかその時の自分にマッチしたんですよね。会社背負って、どちらかといえばまだその頃は会社も上昇真っ只中だったんだけど、自分もとんがりすぎてたこともあって、ちょっと孤軍奮闘っていうんですかね、ジャングルで戦ってる軍隊の中隊で言えば自分中隊長で、社員が11人ぐらいいたんですけど、毎日一生懸命敵の中戦って、振り返ると誰もついてきてないみたいな感じで、慌てて来た道戻ったらまだみんな途中にいてみたいな感じで、自分が速いのは分かっちゃいるんだけど、生き残るために早く動く必要があるんだけど、それを伝える術も知らず、何やってんだ進めしか言えないんで、そうすると孤立するじゃないですか。それでも、経営者って絶対そうなるんですけど、絶対このスピードでやりきらないと自分たちは持たない、その先きついことになるって分かってるから進むわけですよね。でもそれが伝えられないもどかしさとかも感じながら、でもそんなこと言ってる場合じゃないんで、もうじゃあ俺だけでもやるっつって、もう毎日会社寝泊まりするような勢いでなんかやってた頃なんですよね。でその頃の自分をこう励ましてくれたというか、その時の気分にすごい合ってた曲でずっと聴いてました、その曲を。でも曲名分からず12だったんですけど、それを入れてるその MP3 ファイルウォークマンっていうのかな、ある時壊れるんですよね、それが。でそこからその曲をまた探し始めて、きっと映画のサントラ曲じゃないかっていう思いと、なんかファイナルファンタジーとかその辺とかであったような気がする曲調だったんで、めちゃくちゃ買ったんですよ。ゲームのサントラ版が5000円とかするんですよ、CD4 枚組とか。でもなくて、そうやってお金もかけながらいろいろ探したけど、で街でも追贈一度も聞くこともなく22年経ってしまったんですが、衝撃的だったのは、私ちょっと Google アプリでちょっといろいろやってた時に音声検索をしてたんですが、音声検索してる最中にふとボタンがあって、曲を検索っていうのがあって、曲検索ってことは歌えってことみたいな感じで、ハミングでもいいですみたいな感じで、だから要は音階判断してマッチした曲を探すっていうねサービスで、いつの間にか始まってて、こんなの始まってんだっつって、自分はその曲忘れないためにピアノで弾けるようになっとこうと思って、右手だけでもメロディーが弾けるぐらい、自分はピアノ弾けないけど、右手ぐらいなら覚えられるから、もう完全にそれでいつでも弾けるようになってて、でスマホの時代になったらピアノアプリがあるから、それでなんか音楽詳しい人とかあった時に思い出した時は、こういう曲って知らないかっつってそれを弾いたりして、
で分かんないですねなんつって22年経ってたんですが、ある日その Google の音声検索でハミングでクソ恥ずかしいけどふふってスマホで歌ってみたんですよ、鼻歌でね。そしたらこれですかって出てきて、でも22年探しまくって出てこない曲だし、なんていうかな、 Google の音声検索でなんかちゃんと判断してくれること少ないじゃないですか、いろんなこと聞いても。だからバーって出たのがもう全部バラバラの曲だったんで、似た感じみたいな感じで一番上をクリックしたらそれだったんですよ。でちょっとその曲はいつかマサチャンネルで動画で使ってみようと思うんで、今ここでは伏せますが、もう出てきた瞬間泣きました。でここのとこずっと聴きまくってて、今回の徳之島のドライブミュージックでも聴きまくってるんですけど、なんか当時のね気持ちを思い出して、戦ってきてよかったなって思いますよね。当時のねメンバー、もちろん自分も未熟だったんで離れていった人もいっぱいいたんだけど、頑張ってついてきてくれた人たち幸せになってるって確信もあるし、報われたって形になってよかったですよね本当。そんなね激闘の20代を思い出しながら旅する徳之島の一人旅です今回。そんな時間が大事だなって思いましたね。しかし釣れねえな、この辺こんなガチャガチャしてんだからミーバイの1つや2つ飛び出してきていいんだけど、3月ね海水温が年間で一番低い時期でもあるんで、徳之島は海洋オーシャンですから、周りは冷たいんでしょうね、徳之島なりにね。だからミーバイももうちょい下の方に行ってんのか、あんなに釣れたのにね。もう10時半だ、2時間半ぐらいやったけど堤防は続けて昨日4匹ぐらい見たところですね。沖のリーフがそろそろ波をね潰してくれるんで、風が強いから波立っちゃってるけど、水深2メーターより浅いところの方が断然体型的にそういうところにいる魚ですよね。でまだ水があるうちにこっちからだと波でどっちみち見えないんで、このラインを追い風に乗っけて沖側からこっちに打ち込んで引くみたいな感じで、あわよくば見っけたいけどまだね水が高いんで、でも多分30分もすればもう相当浅くなってくると思うんで、浅瀬をねゆっくり引きながら狙ってみたいと思います。はい、今回エアリティのねこの LT2500S ダブルハンドル DH 初使用なんですけど、めちゃくちゃ感度良くて、ST と S と SF って出てね、マグシールドなしのモデルもあるんですけど、自分はマグシールドあって全然大丈夫な人なんで、なんとなくのね言いたいことは分かるんですけど、マグシールド嫌がる人がそれはそれで気持ちよく使えてるんで、だったらマグシールドあり派なんですが、めちゃくちゃ軽くて 150g ですからね。でなんだろう、なんか最近の台場ってすごい攻めてるじゃないですか。それはみんな一致するとこだと思うんですけど、あれだけイグジストとかセルテートでめちゃくちゃシンプルな方にデザインをハイエンドを振って、でこういうちょっと黒金ガンメタ金みたいなとこを一回全否定するかのようなラインナップの揃え方をここにね見せといて、どういう影響を与えてるか分かんないけど、島野さんのリールがその辺をちょっと意識したのかね、バンキッシュとかツインパワー黒金のねちょっと派手なところからシンプルに振った途端にこういうエアリティ出してくるってめちゃくちゃいいですよね。先手取るっていうか、たまたまなのかもしれないけどね、個人的にはそういう仕掛ける側に回ってるマーケティングってすごい好きですね。で別に結果違かったとしてもいいんで、やっぱりみんなが思ってるデザインじゃないところで出してくるのがクールというかね、それがデザインじゃねえかと思うんで、もうとにかく感度がいいんで、こういうやっぱ繊細な釣りピカイチですね。5g のテキサスがこの砂の凸凹とか小石レベルに触ったのすら分かる。これ竿の感度もあるし、感度ってなんだろうなって思うんですけど、リールの巻くことによる感度もねすごい大事だし、竿が軽いのもすごい大事で、何やってっか分かるっていうのはとても楽しいですね。違うか、今引っ張った気がしたよ。さあやっと晴れてきた。魚探すチャンス。結局浅い風がない晴れてて影が横に伸びるんじゃなくて下っていうね、10時から2時ぐらいまでの間がボーンフィッシュのサイトをやる良い条件なんですけど、徳之島編は合計6回来て1回も合わないですね。簡単じゃない。今日は太陽は薄日差したりするタイミングがあるんで、その瞬間いい感じになるんだけど、よく持ってて晴れた瞬間だけできそうで、ちょいが今合ってるんですけど、風が強いですよ。ボーボーなんですよね。だからリーフの中なのにシャバシャバになっちゃってて探しづらいですよね。向こうにも見えづらいんで、この風の
水面はイーブンかなって気はするんですけど、もう一回今日見て帰りたいなと。堤防でねやった方がなんか超過には近い気がしますけど、やっぱずっとやってると飽きてくるというか、ここだってとこにちょっと風強くて 20m の横 30m ぐらいしかやれないんですよ。60平米ひたすら何往復もしてるうちにアホ臭くなってくるんで、ちょっと浅い方来て魚探してますよ。もう一回見つけたいですね。もうあと10センチ浅くなったぐらいで晴れてくれたら、この旅一番のサイトフィッシングのチャンス。あとはこの追い風に乗っけて結構飛ばせるんで、着水点にはプレッシャーかかるけど、その途中ですね、ラングステン新艦もそこを這うし、それはそれでねルアーっぽいですよ。重りだから食わないってことじゃなくて、意外と重りの方食ってる魚も結構多いんで、あ、重り食って当たったんかな、違うかな。フックもね芯化ついてないので、結構海底をふわんふわんとホックがね進んできますから、ありな状況ではないかと思います。この旅が終わったらしばらく続きです。しばらくがっつりこの旅終わったらすぐ仙台か。明日から仙台、明日仙台か。そうか、釣りじゃないけど明日仙台で土日頑張って、それで3週間東京ですね。その間ちょっとシーバス行きまくります。行きまくりたいんだけど、夜めちゃくちゃ予定入っちゃってますね。確かに空いてる日は全部行く予定です。もう川鉢はね終わりだと思うんで、でも運河周りの鉢、そっちの方が場所取りなくて楽なんですよ。たくさんやれる場所があって、江東区の公園が結構運河周りがルールがしっかり明確化されてきて、釣りダメなとこはダメしてもいいけど、振りかぶるキャストは禁止だから、アンダーキャストでならやってていいよっていうとこ、あとは特にルールがないっていうところではっきり線引きされたので、そういう点でありがたいですよね。前は投げ釣り禁止みたいに書いてあって、じゃあ投げ釣りとは何ぞやってところでね、解釈がまた行政によって割れてて、いわゆる釣り具屋さんの、大手釣り具メーカーのカタログの投げ釣りがダメですっていう行政もあれば、投げる釣りは全部ダメですっていう行政もあったりで、統一されてなかったんで判断がね行政ごとに違うんで、また難しかったんですけど、どういう投げ釣りがダメかがキャストスタイルで指定されたんで、この春おそらく運河バチ抜け先生アンダーハンドキャストブームです。ブームっていうかスタイルの誕生ですね。大勢の人は振りかぶっちゃうんだと思うんですけど、くれぐれも他の利用者がいるような時にはアンダーハンドキャストで頑張って、当然公園のね人とかも来たり警備員が来たりって時に安全に利用してるなっていう風にね思ってもらえるようにみんなで使いたいですよね。注意し合っちゃうと喧嘩になったりするんで、それはねあんまり望ましくないけど、それこそ喧嘩になるのが一番釣り人を追い出せってなっちゃうんで、看板ちゃんとしてほしいですよね。そうすると、すいませんここを見てもらってね閉鎖になっちゃうんでお願いしますって横から言えば、自分も豊洲のルールが変わった時にポイント入って最初看板が変わってるの気づかずやってたことあるんですけど、2投目ぐらいに横の餌釣りの人がすいませんこれこうなったんでお願いしますなんて言われて、なので要は何しろじゃなくてこれを見てお願いしますって言われて、っつって見て、知らなかったらすいませんっつって、それ以降アンダーハンドでやってたんですけど、そういう感じでね、言い方でいろいろね相手を尊重しながら、バカ野郎とかやると喧嘩になっちゃうんで、すいませんこれお願いしますみたいな感じで言えば、それで何言ってんだこの野郎って人はいないと思うんで、禁止になっちゃうからお願いしますっつって言っていきたいですね。しかし全然魚いない今回。あんなにクレバリー入ってたのに皆無だもんな。今の当たりだろう。なんかが重りくっついてんのかな。なんかフライチームがハンバーガー屋さん、美味しいハンバーガー屋さんが近くにあるんで行きませんかってお誘い受けたんで、最終日やりきろうかなっても思ったけど、いろんな話聞くのも大事なので、釣った人の話も聞きながらねハンバーガー食って、で最後ちょっとやって終わりかな。いやーなかなか手強いけど面白いね。こんな浅瀬で何やってんだ俺って思いと、ゲームフィッシュでこんだけフライの人たちの絶大な人気があるんですけど、よく分かりました。ルアーでやってもこれみんな知らないだけで、この魅力半端ないですよ。めちゃくちゃ面白い。やっぱり難しいから面白いんですよね。もうちょい絞り込めてきたらいいシーズンでそれなりにいてっていう風になるのかな。ハワイはもうパッと見たら10匹とか見えるんですよね。だから絶望はないですよハワイには。
でも日本のボーンフィッシュは半分以上の時間は絶望の中ですけど、でもその中の希望を探していたってだけでぐわっとくるし、逃げられるし、たまりません。おやつタイムです。ビンズちょっと塩味、豆ほろり。これが死ぬほどうまくて、豆ごとちょっと焼いた塩味のビスケットなんですけど、すぐ港の横の商店でさっき買ったんですけど、いやこれご当地かなと思って見たら、まさかの新潟県柏崎市クジラの1丁目。もう俺の第2第3のふるさとぐらいの場所ですね。俺がこの世に生まれ落ちたのが新潟県柏崎市です。母さんがね里帰り出産だったんで、クジラ並みは多分人生で一番泳いだ海水浴場があるところですね。まさかそんなとこのお菓子を徳之島で食うなんて。日本最高。また戻ってきました、サーフ側。もうブラインドオンリーですね、残念ながら。で風強いので、もうちょっとそこの辺に頑張って乗って、先端の沖目とか昨日釣れたとこにも届くと思うんで、そういったことを投げ込んで行きます。渡れればいいんだけど、干潮時散々歩いたから地形はもう完全に分かってるんで、こっちなんか絶対渡れないんですけど、こう行ってこう行けば渡れるっていうのは一昨日かな見といたんで行きます。待て行きます。さあ乗れた。さあラスト勝負です。1時にハンバーガー屋さんって連絡来たんで、今11時半だから1時間15分ぐらいですかね。うわーリーフエッジ遠いな。頑張ります。これボーンフィッシュ釣りか。磯平みてえだな。こんなボーンフィッシュ釣りもありますよ。あと15分45分当たりなし、というか3日間当たりなし。魚いるんだけどな。はい、ゴリラバーガーお昼です。今開けたらちょっと子供たちたくさん来てて、激混みで30分待ちということなのでのんびり待ってます。いや全然ダメでした。フライの方が食いますか？似てるよね。でもいろいろあるんでね、どれが食うか全然わかんないですけどね。ちょっといいですか？あ、どうぞ。ジグヘッド確かにね、ふわふわした方がいいですかね。でもちょっと針が大きいんですけど、はい、ちょっとでかいですかね。水入るとひょろっとするんですか？だいたいこうちっちゃくちょっと細くなるんですけど、変わんないようなパターンもあるので、この辺なんかボリュームは変わんない系ですね。水が含まないようなマテリアルになってる。ジグヘッドだからテキサスあるんで、その後ろにつけて。あ、いいんですが、いただきます。釣れそうですか？ヒグマ使ってますか？うわー、こんなルアーロットじゃ全然飛ばない。じゃあこれで最後ご飯の後1時間ぐらいです。あ、2個もいいですか？持ってかないと分かんないですよね。だから何が来るか分かんないんで。こっち良さそう。これでガードもあって、ガイドフライっていうんですか？こういうの。そうですね。割とこれでラスト1時間ぐらい投げ倒します。あとカニ。お、こんな。あ、これも良さげ。やべえ、これで釣れたら次からどうしたらいいんだ俺は。そういう形のワームがここで来てくる。ワームかな。フライできそうですね。アメリカよく言いますよ、職業ルアーメーカー、はい、自分の釣りフライフィッシャーとか結構いますよ。もう今回の旅行ですら社内的にはブーイングなんですよ。ブルールアー出ないじゃないですかみたいな感じで、まあいいけどって言われながら理解されてきてますから。はい、ハンバーガーです。おいしそう。いただきます。はい、昼の2時になりました。まあもうラストチャンスで、さっきねハンバーガー屋さんでフェザージグいただきました。ノーシンカーなんで、ちょっとループノットでつないで 5g のテキサスでちょっと長めで、こうやったらまあこれでフライっぽいっちゃフライっぽいですね。ジグヘッドでも食うと思うんですが、やっぱ昨日釣れたのはこういうやつなんで、もうあやかってみようかなと。さあラストゲームですね。泣いても笑っても。あ、帽子忘れた。まあいいや、このままやりきるぜ。ゴリラバーガーがめちゃくちゃうまくて、肉がね本気でした。本気。東京でも美味しいレベルに入るぐらいの美味しいバーガーだし、フライフィッシャーマンの間ではゴリラバーガー食べると釣れるそうです。ということでいきます。あ、ちょっと動きが
動きが分かんないこんな釣れるに決まってんだ。よくできたフライですね。やっぱり柔らかさと浮遊感が、ルアーのジグヘッドとは桁違いですね。多分重りがそこついて、そこから跳ねるとフェザージグがふわっと浮いてすぐ着底しないと思うんですよね。目立ちやすい。あとそのホールもとてもゆっくり、一応沈んでいくんで、針の重さで止めといたらそこにつきますが、ちょっと止めない、なんかそこにつかないぐらいでスイスイスイって感じで、奄美大島在住のフライガイド、プロのねフライガイドが巻いてくれたフェザージグですから、まあ性能はもう疑う必要ないですね。全幅の信頼で、しかも選んでくれましたからね。3つもいただいちゃって、レアリティのねハンドル半回転ずつねストップ&ゴーになってますね。こんな感じで半回転ずつでワンポンポン。やばいな、このカニみたいなフェザージグ、このヤバさを伝えたい。もうこの浮遊感たまらんね。釣れるわ。沖行けば水のねとても綺麗な澄んだとこもあるんですけど、なんか澄んでて深いから餌があるわけじゃないので、そのね砂の中の餌を食うっていう、それしかない顔の形してますから、当然このタイミングで何してるかって言ったら、ちょっと荒れた砂浜も岩盤も現れて、ちょい高い時ねちょっとついてたその泥成分が取れて濁りが出るんですよね。そこに絶対餌もいるわけですから、ボーンフィッシュの絵じゃないのは100も承知ですけど、ボーンフィッシュ最短距離が今この釣り、もう30、あと30分しかない。やばい。お疲れ様です。ちょっと最後のシーン撮れてなかったっぽいんで、もう一回撮るんですけど、もうレンタカー屋さんに戻ってきちゃいました。残念ながらダメだったんですけど、こんなもんですよ。自分のね実力だったらね。だけどとっても楽しかったし、次こそって思って今回は東京に帰りたいと思います。ということで3日間ご視聴ありがとうございました。また見てください。